はい、皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。今日は 99% の凡人ができるシリーズ、猿でもできるシリーズ。猿でもできる愛犬、フレア愛犬をやってみたいと思います。じゃあ、お願いします。じゃあ行きましょうか。ですね、よく岡本先生がやってますよね。ちょっともうちょっと。一回普通にやりましょうか。こうやって。これ岡本先生がやってますよ。こう無残にこうなる姿。フレア愛犬でね、やってますけども、見てますよ。上げてみてよ。上げる。これ超力あるから。いくよ。なった。これアホみたいでしょ。誰でもできるんですよ。うさんくさい。わざとみたい。なんかネット上でフレア駅って多いみたいになってますけど、フレア駅誰でもできるので簡単です。まずですね、ここの触った時、本当は触った瞬間にもここからでも触った瞬間ないんですけど、この時にですね、まず一回手首がこうなるように押してください。で、回しますね。そうすると手首反対向きになりますよね。指先に力を入れながらやって、ここでこの手のひらの方をグッてこう押すような感じ。この時に息を吸って、この瞬間に息を止めましょう。吐いてもいいですけど、理想はちょっとずつだけ。これをやると誰でも不思議。これ飲み会で使えますからやってみましょう。いきます。これで頑張ります。やってみましょう。大げさですけど誰でもできるんで猿でもできますね。猿でもできるね。フリードリヒでもできる。うちの道場では子供が好きでね、釣りって言われてます。この状態が釣った状態なので釣りなんて言ってます。愛機の 2% ぐらいの量いいかな。3% ぐらいでコアパーツが 80% ぐらい占めてるからね。でも 2%、5% ぐらいあるかもしれない。結構重要。いわゆるフォースというやつですか。いや、ホースはないですから5% ぐらい。これ何が起きてるかっていうと、なんでこうしてこうすることでですね、ここの筋肉が急激に伸ばされた後引っ張られるって縮められた後に伸ばされる引っ張られるので緊張反射を起こすんですよね。こう竹なんかでこうやってないけど腱がいきなり伸びるとそれを守ろうとして筋肉が収縮するんですよね。ですからここに腱が集中している。腱を縮めてから引っ張るっていう形でやると、ここがクッとこれでゆっくりやっても効かないんですよ。なぜかっていうと身長反射っていうのは急激に引っ張る時に起きる。早くこうやってもこれ誰でもできます。大げなのに一緒小学生でもできますね。誰でもできるんで、ちょっとみんな飲み会の席で試してってくらい 5% なんで応用編でちゃんと愛機使えるね。長間さんもね、岡本先生にやられたもんね。フレア機ね。フレア機とこれだもんね。長間さんがやられた時、長間さんで実践してみます。僕中村さんやけどまずこうすると引っ張れない。だけど強い面白いでしょってやられました。やられたね。俺は見てたけどやられました。私はまんまとやられました。これだから、実際はこういう身長反射、これだけじゃないんだよね。実際はガッチってこうやるよね。これは愛機で、これ愛機で50人のいいやつなんだ。なんだよこれ。本当にやんなっちゃう。自分でやんなっちゃうから。フレア機の時ってさ、もうトーマ抜けだもんね。かけないとこうなんだもん。こんなだよ。これね、何に使うか。遊びって面白いんだけど、フレア機って何に使うかっていうと、愛機のね、こう指先だけでもこうやってできるっていうのはあるんですけど、そんな使い方じゃない。実際はあれは当て身に対してのブロックで例えばこう来たガーッて取る時に使う。当て身に対してスパンってここに触れた瞬間に愛機かけるっていう、もう一回じゃあこっちでガッてこう打つ。
っていうね、こういう使い方が本当だ。なんでこれがそうだって分かったっていうとね、じゃあ岡本先生やる、僕がですね、岡本先生に不意打ちでね、先生がね、これね、好きなようにかかってこいやっていうもんですからね、好きなように言ったんですよ。その時はね、こうフックをしようと、僕もここまでフックをしようと思ってた時に、不意打ちでこう腰の軌道を変えて、ここからパーンってアッパーで打ったんですよ。これフレア駅で見事に捉えて、その時の形がこう来て、上に上げたい。上に上げたの？こう来て、で、取られたんだよね。もっと早かったけどね、俺が打った時はこう打ったよね。通常その速度でしょ。通常その速度でスパーンって言ってこう、これ無様にこうなったからね。っていう形で、じゃあ僕あの時はね、うまくできてるんだよね、先生の技ってこう来るじゃないですか、アッパー。ここなんですよね。確かにここ取ったらもう打てない。ね。でそこからこう、こう前に取っちゃうんだよね、あの先生。うちはあれよ、好きなのに来いって言うから好きなのに行ったんだもんだって。それじゃなきゃあれでしょ。やってる意味ないでしょっていう話ですよね。早くできるんだったら好きなのにかかってこいぐらい言えないとね。達人だ、自分で達人って言うんだったら好きなのにかかってこいって言えないとね、やっぱね。じゃあ握ってくださいなんて。合気かけるんで握ってくださいなんて。どこのバカが握んだよって。こういうふうな感じで持ってて、いやこっちがないってこう来るときにふっと抑えられない。ふっと抑えられなきゃ意味がないっていうね。だから当て身でこう、もういろんなバリエーションでね、こう、まあなんかこう、手さばきで、じゃあ例えばジャブできても、こうでよけてもいいし、こう取ってもいいし、こうさっき岡本先生がやったようにこう取ってもいいし、これも触った瞬間に、で取れちゃう。それでいくとはじゃないですか。あれ、いやいや、打ってる方。あ、打ってる方ね。こういうふうにいって、こう来て、パッて取られたら、こっちに行ける気がするんだけどさ、ここでこのままなんだよね。で、こういう変にこういうふうにはならないんだけど、このままなんでね、あれなんでうちで出るんだよってそういう。まあ、パッと取って、まあ、やり方によってはね、ちょっと止めてるだけだからね、円つければ、パッといくから。それで応用で、さらに応用で、フォースいきますから。そうそう。これ、これ、あえてさらに使うとね、ここからうさんくさくさが出てしまう。いやいや、ないだろう、ないだろう、それはなって。宗教臭くなってきちゃうんで。じゃあ、腹いきますね。そう言うけどね、これさ、さっきまでせっかく3でもできるんだったら、これさ、自分の中でさ、ここ避けた瞬間になんか、やったって感じになっちゃう。もう次どうのこうの関係なくなる。じゃあ行くよ。じゃあ正面の腹へ。でもこれ正直な話、ここで寸止めしようと思ってこのまま行ってますわ。一応ちゃんと、まあ速度遅いかなと思われるけれども、でもここからなぜかこっち手出された瞬間に手が裂けちゃうんで、勝手に裂けちゃうんで、こう押すもできるし引くもできる。じゃあ引くバージョン。こっちの方が見やすいかな。いくよ。なんでだろうなこれ。なんだろうね。これと同じだからね。なんだろうね。はあ。いきますよ。受けちゃダメだよ。受けちゃダメだよ。俺をよかさなきゃ。そのうさんくさいからさ、大事だよ。本当うさんくさいわこれ。やってる本人はなんだか、ね、そうなっちゃうからね。まあだからこのアイデアがね。まあ一つ言わせてもらうと、なんかパブロフの N 状態になってたって確かなんですけれども、でもちゃんと効いてます。別に気が出てるわけじゃない。フォース出てる。フォース出てる。フォースはバーって。でも
あと多分5年ぐらい修行すると、こうねライトセーバー使えるんですか。まあおぎわぐらいになるのか岡本先生ぐらいになるとこうピシューッ色が出てこうなと。色がね、色があの人は完璧だから。やれるようになる。これでもね、私たちさ、なんでこの状況が起きるか超重要なんだよね。だってこれが愛機の全てだもんね。なんでこう言って当たらないかっていうのはだってコアパーツの説明になってるんだからね。3でもできるならプレイ愛機に戻りましょう。こう来たら触った瞬間が一番いいですね。両手使いましょう。岡本先生も両手使えって言ってました。手首をクッと曲がる。ひっくり返してこの瞬間に息を止めながらこうクッて誰でもできる。誰でもできる。みんな試してみましょう。こうしてこうしてはい。フォースを使わなくても固まる。それまで別に例えばこっち右で、こっちがちょっといいや。こっちもね、同じ理屈でこうしてこう。固まる。これね、今の何に使うかって言ったら普通にフック系でちょっとまあフック系でもいいです。いくよ。